はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶちや島田です。パイナップル、舞茸、コーラ、玉ねぎ、いろいろなものでお肉を漬け込んで、どれだけ柔らかくなるのか今まで検証してきました。どれも漬け込むことで柔らかくなって変化がありました。今回は薬品を使ってお肉を柔らかくします。どんな結果になるのか楽しみです。それでは早速やっていきましょう。今日はこの肉用ミオーラを使ってお肉がどれだけ柔らかくなるのか検証してみます。肉用ミオーラは食肉軟化用の酵素製剤です。パパイヤ由来のパパインという酵素によりお肉が柔らかくなります。この肉用ミオーラはお肉全般に使え、牛肉、豚肉、鶏肉はもちろんホルモンなどの内臓類にも使えるそうです。酵素の力ってすごいですね。中身は塩や砂糖のような白い粉状の薬品です。特に匂いはしません。直接口に入れないでくださいと書いてありますが、確認のため一口舐めてみると特に味などはしません。使い方は切ったお肉に直接まんべんなく両面振りかけます。あとは常温で30分放置することでお肉が柔らかくなるそうです。調味液やタレにこのミオーラを溶かしてお肉を漬け込むこともできます。似たような商品だと味の素が発売しているお肉柔らかの素などがあります。こちらはパイナップル由来の酵素でお肉を柔らかくするそうです。今回は漬け込みではなく直接お肉に振りかけて検証しています。今までとは少し検証方法を変えてみます。24時間、12時間、6時間、3時間、30分何もしていないお肉を検証しています。それぞれの時間になったら肉用ミオーラをお肉に振りかけて冷蔵庫で保管します。最後30分の粉を振った段階で全てのお肉を常温に置いておいてどんな変化があるか確認しています。今回は牛のもも肉を使います。通常はお肉に振りかけて30分放置すれば完成です。柔らかくなりすぎる恐れがあるので常温で2時間以上置いておかないでくださいと注意書きが書いてあります。皆さんは使用方法を守って使ってください。取り出したお肉はこんな感じです。左から何もしていないお肉、30分漬けたお肉、3時間漬けたお肉、6時間漬けたお肉、12時間漬けたお肉、24時間漬けたお肉です。24時間のお肉以外はカットして少し時間が空いたので周りが少し酸化しています。それ以外に生の状態だと大きな変化は見られません。それでは塩コショウで味付けしてお肉を焼いていきます。すべて焼き終わりました。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はビール大国チェコのスタロプラ麺を飲んでいます。チェコは1人当たりのビール消費量が世界一のビール大国です。なんとレストランなどで水よりビールが安いそうです。ビール好きからすると夢のような国ですね。移り住みたいです。そんなチェコ国内で生産量ナンバーワンを誇るのがこのスタロプラ麺です。綺麗な黄金色で見るからに雑味のない色をしています。麦芽の甘みとホップの苦味のバランスが良く、ビール初心者の方からビールを飲み慣れている方にもおすすめしたい一本です。チェコのビールってラベルがレトロで可愛いデザインが多いのも見ていて楽しいです。それではお肉をカットして食べ比べてみます。まずは何もしていないお肉から。硬さはありますが赤身のヘルシーなお肉です。次は30分漬けたお肉を食べています。あまり柔らかくなってる感じはしません。次は3時間漬けたものです。先ほどの30分と比べると柔らかくなっているのがわかります。次は6時間漬けたものです。3時間と6時間であまり差がないです。次は12時間漬けたものです。より柔らかくなっていますが肉の表面がドロッと溶けている感じがします。パイナップルや舞茸に漬けた時と同じ感じです。最後は24時間漬けたものです。一番お肉は柔らかくなっています。ただ外側のドロッと感が目立ちますね。舌触りが良くないので美味しくは感じません。どのお肉も変な匂いなどはなく味に変化はありません。個人的には規定の時間を過ぎてますが3時間のものが一番いい気がします。何もしていないものと24時間のもので比べると柔らかさの変化がよくわかります。少し味に飽きてきたのでガーリックバターで味変をして食べ進めます。一般の家庭料理などで使う機会は少ないかもしれません。お年寄りの食事などで柔らかくする目的で使用している施設などもあるみたいです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。お肉柔らか実験いかがでしたか？機会があれば次はパパイヤでお肉を柔らかくしてみたいです。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。